このチャンネルは歴史上の人物の生涯や名言を解説するチャンネルです。今夜の登場人物はアドルフ・ヒトラーです。では始めます。1889年4月20日午後6時30分、父アロイス・ヒトラーと母クララ・ヒトラーの四男として生まれました。ヒトラーはキリスト教系の小学校に入り、聖歌隊に所属するなどキリスト教を熱心に信仰しています。一方で学校の規律には従わない問題児で、家に帰っても父親ともあまり仲が良くない男の子でした。ヒトラーは四男だったものの、次々と兄が亡くなり、8歳にしてヒトラー家の跡取りとなります。父親は跡取りのヒトラーには公務員として堅実な道を進ませようと、勉強や日々の生活に対する干渉がひどくなっていきます。しかしヒトラー自身は芸術や絵画に強い興味を持っており、美術の道に進みたいと思っていました。公務員にしたい父と美術の道に進みたいヒトラーはますます確執が深まっていきます。11歳になるとヒトラーは学校の授業についていけなくなり、問題行動も悪化していきます。ヒトラーはクラスメイトに対して時折支配的で横柄な態度をとることがありました。一方ですでに友人を引きつけるカリスマ性もあったと言われています。ヒトラーが14歳の時に父アロイスは脳卒中でこの世を去ります。その頃にはヒトラーの兄弟は妹との2人兄弟になっており、母クララはヒトラーを溺愛し、過保護に育てられるようになります。その後ヒトラーは2度の留年の後に16歳で中学校を中退してしまいます。1907年、18歳になったヒトラーは父親の遺産と遺族年金を当てに芸術の都であったウィーンに移住して本格的に美術を学ぶことに決め、名門のウィーン美術アカデミーを受験します。しかしヒトラーの結果は不合格でした。成績が不十分だったことに加え、受験課題のデッサンを提出していないなどずさんな受験だったのです。その後も路上で絵はがきなどを売り生計を立てていましたが、ほとんどが他の画家の模写だったと言われています。受験の翌月、母クララが末期の乳がんと知らされ、実家に帰ったヒトラーは痩せ細った母を見て絶句しました。ヒトラーは愛する母のそばから片時も離れず、夜も母のベッドの隣に置いた長椅子で眠るなど献身的に支えました。その後1ヶ月ほどで母クララは亡くなりました。ヒトラーは深く悲しみに暮れます。後にヒトラーの自伝では母の死をこう綴っています。母の墓を前にして立っていたあの日以来、私は一度も泣いたことがない。翌年のウィーン美術アカデミーを受験しますが、一度目の受験よりも成績が悪く不合格となりました。母が相続していた父親の遺産なども相続し、両親が亡くなったことで孤児と認定されたヒトラーは、数年は遊んで暮らせるほどの多額の遺産があったため、定職に就かず、図書館で多くの本を借りて読み漁っていました。その頃に読んでいた本は、人種理論やユダヤ人を断絶している本などが多く、結果的に偏った政治思想を持つようになっていきます。1913年8月に勃発した第一次世界大戦で初めて、自ら志願した兵士である義勇兵として戦闘に加わり、主に計画や命令を伝える伝令兵として戦地で活躍します。命令伝達の正確性や勇敢さが高く評価され、計6回の勲章をもらうことになります。しかし1918年、ドイツ軍は第一次世界大戦に負け、多くの領土と多額の賠償金を支払うことになり、ドイツ国民の間には政府などに強い不満と混乱を生む傾
結果となってしまいました。ヒトラーはドイツ軍として敵国と戦っていく中で、ドイツへの愛国心が増大していき、自分がドイツを救わなければ今のドイツを救えるのは自分しかいない、そう思うようになっていきます。敗戦の翌年、ヒトラーは小さな政治団体、ドイツ労働者党という政治団体に出会います。この党は反ユダヤ主義を掲げる団体で、当時ドイツに不満を持っていた国民が結成したものでした。ヒトラーはこの党に加入し、宣伝活動を任されることになり、党を大きくするために群衆や軍の兵士に演説を行います。そのヒトラーの演説には兵士を感激させ、群衆を熱狂させるカリスマ性がありました。そしてヒトラーの名とナチ党に改名したドイツ労働者党は次第に国民に注目されるようになっていきました。ヒトラーはまだ小さかったナチ党でドイツの政権を取ろうと決意し、大規模な宣伝活動を始めます。現在の政府は無能であり、ナチ党が救済者であるといった印象操作をしていき、戦争で失業した国民や大戦の退役兵など、主に不満がたまった貧困層を中心に支持者を増やしていきます。その後、追い風のように1929年に起こった世界恐慌によって、さらに経済的な混乱と不安がドイツ全土を襲うことになります。ヒトラーのようなカリスマが、そしてナチ党のような政党が、この地獄から自分たちを救ってくれるのではないか。当時の疲れ切ったドイツ国民にとって、ヒトラーは希望の光に移ったのです。1932年、42歳の総選挙で貧困層を中心に票を集め、ナチ党は最大政党となり、ヒトラーはドイツの首相となります。首相になった直後、国会議事堂が放火される事件が起きます。犯人はオランダ人の単独犯でしたが、他にも仲間が大勢いて国家転覆の陰謀を企てている。国の緊急事態だとヒトラーは演説をし、国民と国家を保護するための大統領令という法律を発布します。この法律は、言論や出版の自由を禁止、警察の令状なしでの逮捕の許可、反政府活動とみなされた人の投獄の許可、そんな独裁政権の始まりとも言うべき法律の制定だったのです。結果としてナチ党と対立する共産党議員や支持者は反政府活動とみなされ逮捕されていきました。また翌年の1933年、全権委任法という法律も制定されます。ヒトラーは議会の承認なしに法律を制定できることになり、ヒトラーの一存で法律が作られるという完全な独裁体制が始まります。ヒトラーはナチ党以外の政党を禁止し、翌年、大統領が死去すると首相と大統領を合体させ、総統という地位を独自で作ります。そして、総統ヒトラーの意思こそが、法律よりも大きな効力を持つ、そう定めてしまいます。またこの頃から、ユダヤ人が公務員や弁護士などになれないという法律も施行され、反ユダヤ主義政策が始まっていきます。1935年、45歳のヒトラーは国民に対して、右手を上げ、ヒトラー万歳と挨拶させることや、私文書、公文書の末尾にもヒトラー万歳の文字を入れることを義務付けました。完全な独裁体制となったヒトラー政権ですが、当時、秘密警察が街中に配備され、批判的な市民を逮捕し、強制収容所に送ることが一般化していたため、多くの国民は政府に対する不満を口にすることができなかったものの、30% 程度あった失業率がほぼ 0% に近くなるなど、ヒトラー政権には賛成する声もありました。ヒトラーは国内だけでなく
周辺国のイギリスやフランスに対しても強い姿勢を取り始めます。第一次世界大戦で負けたドイツが受け入れたベルサイユ条約をヒトラーは無視し始めます。ベルサイユ条約は多額の賠償金の支払い、統一領土 13% を戦勝国へ譲渡、統一陸軍を10万人までに制限、戦車や航空機の保有禁止など、ドイツにとっては厳しい条約でした。しかし、ヒトラー政権後、賠償金の支払いを完全拒否、兵隊の数や戦闘機の保有禁止などの制限を無効にすると、一方的に世界に表明し、徴兵制を復活させ、10万人の制限があったドイツ軍は55万人に増え、戦車や航空機などの製造を再開します。最終的に、条約によって領土を奪われた地域を奪還する目的で、1939年、ポーランドに侵攻します。間もなくイギリスやフランスは、こう考えるようになります。ヒトラー率いるドイツ軍をこのまま放っておけば、いずれ自国にも攻め込んでくるだろうと。結果的にヨーロッパ全土の安全が脅かされる懸念から、直ちにポーランドへの侵攻を停止するように従わない場合は、宣戦布告するとドイツに伝えます。当時ヒトラーは、宣戦布告はしてこないであろうと楽観的に捉え、無視していましたが、予想に反して宣戦布告がされ、第二次世界大戦が始まります。ドイツ軍は、敵国よりもスピードを重視し先手を行く戦略をとり、非常に優勢に戦っていました。しかし、アメリカやソ連の敵国参戦や、戦争が長引く中で、石油や兵隊、装備などが枯渇し始め、徐々に劣勢になり、国内でも食料不足や物資が不足し、国民の不満が高まっていきました。戦争開始から2年後の1941年、ヒトラーは国民の不満をユダヤ人に向けさせ、国内の結束を高めようと、ユダヤ人や反ナチスの国民など、政権に批判的な者たちに対する迫害を徹底的に開始し、虐殺し始めます。政府は、ユダヤ人に加え、ナチスを批判する人物、戦争での捕虜などに対して、新しい住居と生活を用意すると嘘をつき、一箇所に集めます。同時にドイツ人には、ユダヤ人を皆さんとは別の特定の地域に一緒に住まわせるので、見つけたら報告してくださいと伝え、密告させるように誘導します。政府は、ユダヤ人にもドイツ人にも、二重と嘘をつき、ユダヤ人を集めると、列車やトラックに乗せ、絶滅収容所に移送します。到着すると、シャワーを浴びるように指示され、シャワーヘッドがついた建物に入れられます。しかしシャワーヘッドはダミーで、ガス室となっており、毒ガスにより大量の人たちを一度に虐殺していきます。その他、劣悪な環境で強制労働をさせられ、栄養失調や感染症などで命を落とす人も膨大な数に上りました。結果的にヨーロッパに住んでいたユダヤ人の3分の2である600万人ものユダヤ人が殺され、ソ連軍の捕虜が約300万人、政治犯や同性愛者など数十万人も犠牲となり、約1000万人がこの大量虐殺で犠牲になったと言われています。長い間続いた第二次世界大戦は、さらにドイツ国内の様々な物資を枯渇させ、完全に劣勢に転じます。アメリカ、イギリス、ソ連は、3つの方向からドイツを攻めていきます。じりじりとドイツの傷は大きくなり、戦争開始から6年後の1945年4月16日、ソ連軍はヒトラーが指揮を執っている首都ベルリンに迫っていきます。この頃のヒトラーは長期の戦争で疲れ果て、ラジオ演説もやめ、視力や脚力も衰え、支えなしに歩くことも困難になっていました。4月22日、
ドイツが瀕死の状態となり、敵国が首都にまで迫ってきていることを感じたヒトラーは、戦争は負けだ。私はベルリンで死ぬ。そう宣言します。翌23日、ソ連軍がベルリン市内に突入し、ヒトラーを探し始めます。4月29日、午前1時頃、ソ連軍がすぐ近くまで来ており、見つかるのは時間の問題であることを悟ったヒトラーは、2つの遺書を秘書に書かせます。政治的な遺書には、この戦争はユダヤ人に全ての責任があることを自身の後任に指名する人物を書かせました。一方、個人的な遺書には、長年愛人だったエヴァ・ブラウンとの結婚をし、その後エヴァとこの世を去ること、この世を去った後、敵国に遺体が渡らないように、2人の遺体をすぐに焼却してほしいと書かせました。遺書の作成から約1時間後、ヒトラーとエヴァは相当地下壕で簡素な結婚式を挙げました。4月30日、午前中に地下壕で側近に別れを告げ、昼食には長年好んだ菜食主義のパスタや野菜を食べました。午後、ヒトラーとエヴァは個室に入り扉を閉めました。青酸カリ入りのカプセルを口に入れ、噛み砕くと同時に、顎の下から脳に向けた銃のトリガーを引きました。ほどなくして、ドイツは無条件降伏を受け入れ、アメリカ軍やソ連軍がユダヤ人などを解放し、大虐殺は終焉を迎えました。この大量虐殺は、2000年以上前から続いていた反ユダヤ主義の思想が国民にも根付いていた結果、いろいろな人が直接的、または間接的に大量虐殺に関わったと言われています。ナチスやヒトラーだけでこのような大規模な虐殺は不可能であり、密告などに参加したドイツ人の他にも様々な企業も協力していました。ただ、協力した人たちにも捕らえたユダヤ人は別の土地で暮らしてもらうと伝えており、虐殺をすると事前に知っていれば、多くの人が協力しなかったと言われています。いかがでしたか？過保護に育てられ、歪んだ思想を持った結果、1000万人もの罪なき人々を虐殺することになったヒトラーとナチス。ドイツ敗戦後、大量虐殺が世界中に伝えられた結果、民族差別の撲滅や人権、平和と共生を守るための取り組みが全世界で一斉に強化されるようになりました。誰もが同様の悲劇を繰り返さないため、一人一人が差別をせず、平和を願う心を持ち、生活をしていくことが大切だと教えてくれています。この動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また次回をお楽しみに。